はいどうも、連日ですね、日本でもフィリピンの方でもね、この事件がニュースになって出てきてます。モラレス容疑者、デラクルース容疑者ね、死体遺棄の疑いで逮捕っていうことなんですけど、まあこれね、お金絡みぐらいでここまでのことするんかなと思うんですよね。で、いろいろとちょっと SNS 利用して調べさせてもらってます。ニュースの方でもね、取り上げてて、Facebook やTikTok や YouTube からね、情報流されてるのもあるんですけどね、私なりにも調べてみました。それでまずモラレス容疑者の方ですけどね、なんか7年前に日本来てから、夜の仕事の方で上野界隈のピンパブを転々と変えて働いてたと。で金銭トラブルが多かった、1000万円ほどの借金があるとかどうとか報道されてます。で被害者の息子さんとも交際関係にあってお金も何十万円か借りてたみたいなね、そんな話あるんですけど、まず私のチャンネルご覧の皆さんはもうよくご存知と思いますけど、フィリピン人の中で、お金を貸してっていうのは日本人の言う貸し借りとは全然違うんで、お金貸してというのはお金ちょうだいという、もうフィリピン人の場合はもうこれが前提なんで、その考え方でちょっと対応しないと、そんなね100万円1000万円なんか貸して帰ってくるようなことはまずないんで、せいぜい10万円ぐらいにしといてください。ごく稀にね10人に1人2人はちゃんと返す真面目な人もいます。で4、5年経ってから返してくる人もいますけど、ほぼね残りの8割ぐらいとか、そんなもの貸していうのはもうちょうだいということで、ここをちょっと間違えてるのかなというのは一つ思いましたね。ちょっと話ずれますけど、投資の話なんかありますよね。レストラン投資とかリゾートの投資とか、そういうのは基本的にですね、会社を作って自分の投資した分が株でちゃんと所有してるっていうのが証明されてるとか、あるいは自分のね身内、フィリピン人の身内がいてその人の名前があるとかね、そういう場合なら信用度はあると思いますけども、自分の名前も載らない、だいたいレストランにしてもカラオケ事業にしてもね、そういうのは外国人日本人はやってはいけない業種なんで、それはちゃんとフィリピン人のためにプロテクトされてるんで、その自分の身内のフィリピン人の名前がないんであればね、それはもう投資しても全く回収できないもんやと思うんで、その辺もねご注意ください。だいたい投資してね儲かるいうような話はそんな他の人にしたりしませんからね。本当に儲かる話だったら自分で全部やってまいりますんでね、ちょっとその辺もね、そういう投資詐欺みたいなのも頻繁にあるんで、その辺ご注意ください。ちょっと話ずれましたけど。はい、それでね、もう一人のデラクルース容疑者の方ですけども、この人はようやくね、技能実習生としてのビザが取れて2年前にですかね、来たっていうので、動画なんか投稿してますよね。YouTube やってるみたいです。TikTok もやってるみたいで、そこに全部流れてて、英語の方で検索したら出てくると思います。で、それを見ましたけども、見る限りはですね、なんかすごいいい青年のようには思うんですよね。そんな人殺しをするような人には見えないです。私の目から見てもそう思います。で、動画の中ではねフィリピン側での彼女ですかね、それも映ってますし、その彼女がね梱包してスーツケースに梱包して食事を入れて、そんな動画も流れてますよね。で旅行行ってる動画もあったりとか、バギーを行ってる動画も上がったりしてるんで、見る限り普通の人やなというのはあります。で技能実習生として2年前に来て、埼玉県ですか、土浦の方ですね、そっちの方に行ってるみたいで、ソーラーパネルですかね、それをつける会社のそこのなんかこう重機なんかを運転してる
映像流れてました。朝のミーティング朝礼なんかも。で、日本側で住んでる部屋のこう中なんかもこう動画流れたりね、紹介してました。言うんで、まあそんなパッと見、まあわかんないですけどね、そんな風には見えないですよね。でまあその2人はどうも田舎が同じで、実家同士が100メートルぐらいしか離れてないような感じでね、まあ子供の頃からの幼馴染やとは思いますね。もしかしたらそのボーイフレンドガールフレンドだったのかもしれません。まあ、TikTok 動画の中ではですね、 YouTube の中ではそのデラクルース容疑者の方は、まあ、フィリピン人のちゃんと彼女もちゃんといましてね、すごいべっぴんさんいましてね、それも流れてるんでね、だからまあ、元カノなんかなとも思いながらこう見たりしてるんですけど、そのねデラクルース容疑者がモラレス容疑者から頼まれたからと言ってもね、全然そんな面識もないそのね、被害者の2人をいきなり殺すなんていうような、こんなことありえるんかな思ってね、本当に不可解な事件やなと思ってます。まあ、TikTok のね、中のコメントなんかもこう読んでいったらね、この2人は来年には結婚する予定だったとか、まあこれはフェイクニュースかもしれないですけど、フェイクなコメントかもしれませんけど、そんなことも書いてるんで、まあもしかしたら日本に行って、まあ、2年間ねやっぱり戻ってないと思うんで、そこで元カノとのこの男女の関係が戻ったんかなとも、その中でまあまあうまくね、女性の方から転がされてね、ちょっと真剣に考えてしまったのかな、なんかそんなことが疑われるような事件やなと思ってちょっと見てます。まあ女性の方がね、まあ、夜のピンパブを転々として、まあ、借金トラブルが多い、まあ、1000万も借りてるような話が流れてるんでね、だからこれから見たらやっぱり相当まあやり手なんやろうなとは思いますね。うまいんやと思います。まあ、そういう中でこっちのデラクルース容疑者の方がなんかうまく使われたんかなとも思いながら、ニュースを見てます。まあ皆さんね、このニュースを見られてどう思われるでしょうか。まあもしねお時間あればコメントでも書いてください。まあ私的にはまああと一番なんていうか被害は、この2人のためにフィリピンのイメージがだいぶ悪くなるよなっていうのが大きいですよね。これから技能実習生ね、どんどんフィリピンから日本の方に行かれる人も多いと思うし、せっかくフィリピン人の旅行者がね、日本にどんどん流れていってる中でね、行かれてる中でね、こういうのがニュースが流れてね、ちょっと規制がまた厳しくなるとかね、そんなんなるとね、日本自体ももうそのなんていう人材不足でやっぱりね仕事を就きたくない仕事が多い若者もおる中で、こういう、フィリピンからの有能なね実習生が来て、そこをカバーしていくのは私非常にありやなと思って考えてるんで、そういうところにちょっとあんまり影響してほしくないなっていうのは一つはありますけどね。これここの事件だけを見てフィリピンが悪とかね、ちょっとニュースのコメントなんかも見てたらひどいこと書いてるのもいっぱいいるんでね、ちょっとそこはね懸念してます。フィリピンの政治家の方からはこの2人はもうこっちへ送り返せと、送還せとかいうようななんか発言も出たりしてますけど、ちょっと徹底的にまずは日本側で調べてほしいですよね。でたまたまこの2人が起こした事件だけであって、お金と男女の関係がトラブったなんかの関係やと思うんですけど、だけであって他のフィリピンには波及しないんで、なんかねミニマムの他の真面目なねフィリピン人の方も多いんで、めちゃくちゃ多いんで、本当にフィリピン人真面目な人はめちゃめちゃ真面目なんでね、そこだけはもう本当に強調しておきます。日本人より真面目で、もう悪いのは本当に悪いですよ。それはもう薬もやるし、盗みも平気で働くし、それはもうホールドアップも平気もする。それはフィリピン人だからやなしに日本人も他の外国人も一緒やと思うんで、そこは国とかは関係ないと思いますね。人やと思います。はい、いうので連日ねフィリピンと日本の方でね、ニュース報道されてます。この事件ね、ちょっと私なりに、コメントをさせていただきましたということで、
皆さんもいろいろ思うところあると思いますんで、お時間ある方ぜひともコメント書いてください。いろんなことが、これから分かってくると思うんで注視して、見ていきたいと思います。はい、いうことでこれで終わります。